こんにちは、ジエイです。今回はあの人と出会った意味や目的についてね、ちょっとね、聞いてみたいと思います。選択肢が A、B、C になります。ゆっくりでいいので気になるカードをお選びください。複数選んでみていただいても大丈夫です。それでは、ゆっくりどうぞ。はい、それでは A さんよろしくお願いします。カードこちらに置いておきます。まずね、A さんの現状をこの4枚からいただきたいと思います。こっちから先かな。こちらの4枚ですね。ちょっと見ていきますね。今ね、やっとその自分自身に焦点が行き始めてたのかなっていうのと、環境とかね、今まで過ごしてきたところがちょっと変わった中にはそういう方もいるのかなっていう感じがしていますね。とか、あとは考え方がちょっと変わったことがあったとか、状況がね、この船のカードも出ているし、状況がそうせざるを得なかった。環境が変わって、A さん自身の考え方、焦点、目が行く方向が変わっていったっていうことが言われてます。中にはご自分を大切にできるようになったっていう方もいらっしゃると思うし、なんか今までは自分の周囲の人とか周りに焦点がいっていたことが自分中心っていうのかな、いい意味で自分に焦点が合わさっていっているのかなっていうのが感じますね。で、5がね、すごく出てくるんですよ。何か関係あるかな。選択肢も5なんですけど、こちらも5、5だし、あと8か。8、8だし、なんかね、新たなステージ、A さん自身が輝くとか、ストレスフリー、その A さん自身が楽な方向に行こうとしている今ところなのかなっていう感じですね。今まさにもしかしたら移動途中とか、お引越しとか環境を変えることを考えているのかもしれないし、ごめんなさいね。ちょっとなんか鼻がぐずぐずしちゃってるんですけど、いい意味で自分が羽ばたける環境を探し始めたとか、そういう最中にいるんじゃないかなっていう感じがしますね。まだね、それがどうやってなのかははっきり答え出ていなかったとしても、やっとこれから自分のちゃんと旅っていうのかな、人生の旅、自分の道を自分のところから見れるようにっていう、その道を歩み始めたんじゃないかなっていうことが、まず現状として言われてますね。何かね、当てはまるところがあったらいいなって思うんですけど、でもね、いずれね、羽ばたける時、未来は来るっていうことがカードも出てるので、今はね、ちょっとね、まだどうやっていいかわからない、停滞しているかもしれないけれども、A さんが A さんらしく輝ける、生きやすくなる未来っていうのは必ず訪れるので、そこはね、あまり心配しないで、今のね、目の前のことをやっていったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ続いて、あの人と出会った意味とか目的についてね、詳しく出していきたいと思います。いいえ。逆で出たから。ジャンピングがかなり出たので、それを採用しました。カード入るかな？並べていきますね。入ってますかね。やっぱりね、まず言われているのは、あの人と出会った目的は、自分自身を知るとか、自分にとってのお家、この3次元のこの現実世界での安心できる場所を見つけるためっていうことが言われてます。あとね、自分自身の可能性とか喜び、豊かさを感じるために出会った。
中にはね、出会ったがゆえにちょっと悲しかった出来事とかもあったかもしれないけれども、その悲しさの中にもやっぱり学びがあって、A さん自身が助けを求める必要性っていうのかな。そう、本当に悲しい時に、私悲しいんです、助けてくださいって周りに言えるようになるため、そういう成長のためでもあるっていうことも言われてますね。で、もしかしたら今まで一人で、なんて言うんだろうな、楽しさを探してきたのかもしれないけれども、あの人と出会ったことによって、周りの人間関係っていうのかな、そういう周りの人たちとも楽しくできるようになるためであったみたいですね。A さん自身がね、ちょっとね、過小評価っていうのかな、ご自分のことをあまり今まで注目してこなかったっていうのかな。あまり自分の人生を軸に考えてこられなかったのかなっていうことがちょっとね、伝わってくるんですけど、そうじゃなくて、自分は、そう、これもね、あなたが思ってる以上にもっとね、可能性があるんだよっていうこと。自分の運命を自分で切り開いていくっていうのかな。そう、ある意味でお相手さん、あの人がいることで A さんがすごく強く成長させてくれる、そんな方だからこそなんじゃないかなっていうことが言われてますね。伝わったかなそう。でね、もしかしたらね、会えない期間とか長かったかもしれない。今ね、会えてないとか、もう会えたよっていう方でも、一人のね、ご自分一人で進む時間っていうのかな、が多いのかもしれない。けれども、一人だからこそやっぱりね、学べることってたくさんあると思うんですね。気づきとか、自分の可能性に自分で気づくっていうのかな。そういう道を今歩まれてるんじゃないかな。そのために出会った、自分の目覚めなのかな。やっぱりホームとか、あなたの生まれてきた目的とか、そういうことに気づくためっていうのかな。これもホーム、お家ですよね。安心できる場所を見つけるとかで、これもそうなんですよ。なんかね、中にはスターシードで人に照らしていくお仕事をしていく方、またはしてこられた方もいるのかな。奉仕とかやってあげるっていうのかな。やっぱりね、A さんは A さんが思っている以上に可能性であってできることがたくさんある。で、それを周りの人にもA さんの輝きをね、渡して広げてってほしいっていうことも言われてますね。でちょっとなんかアドバイスカードっていうか、何かね、もらえたらなと思って。やっぱりね、言われてるのが、今変革の時なんだよっていうこと。で、今ね、その進んでいる道があれば、それでいいんだっていうこと。もし停滞している A さんであったら、ちょっとね、進む勇気を持つこと。もうすでにね、頑張っていらっしゃるかもしれないけれども、もしそういう方だったら、もうそれでいいんだよって、今ね、大変かもしれないけど、今、あなた自身の中で変容が起きている時だから、そう、進んでいる道は合ってるし、そのまま進んでってほしいっていうことが言われてますね。何かね、これだって思うことがあったら、やってみてもいいかもしれない。何でも。中にはね、言葉として外に発信していくことが求められている方もいるのかな。何か A さん自身の持っている力を外に表現するっていうのかな、がすごくいいんじゃないかなっていうことが言われてますね。でね、A さんがすごくね、感受性が豊か、共感力が多分すごくある方だと思うんですね。カップのカード、これサマーだけど、カップを表すカードも出てるし、でその A さんの感性を広げてった先に豊かさが入るっていうことが言われてるんですね。これ秋のカードだけど、これペンタクル、コインのカード、豊かさのカードなんですね。だから A さん自身が A さんのストッパーを外した時に、本当の生きやすさ、そして豊かさが A さんに舞い降りてくるんじゃないかなっていうことが言われてますね。
なんかね、もっとね、まずは A さん自身を信じてあげること。A さんが思っている以上に A さんはできることがあるっていうこと。私、あの人と出会った上でやっぱりね、喜びとかいろんな悲しみもあったけど、自分自身の可能性に気づくことであったっていうことが言われてますね。何かね、参考になるメッセージあったら受け取ってみてください。それでは A さん、ありがとうございました。はい、それでは B さんよろしくお願いします。ここにカードね、置いておきます。まず B さんのエネルギー状態を見ていきます。ジャンピングでね、表で出ちゃったのはこのまま採用しますね。まずね、この3枚から言えることは、こちら、真ん中の方がいいかな。なんか今ね、すごくね、いろんなことをね、考えているんじゃないかな、B さん。っていう感じがしますが、中には、なんだろうな、本当にこれで良かったのかなとか、私ってやっぱり一人だったのかなとか、今ね、会えてない方もいらっしゃるのかなっていう感じがするんですけど、本当の幸せって何だろうとか、彼との幸せって何だったんだろうとか、なんかね、いろんなことを考えている B さんがいるんじゃないかな。あんまりね、悩みすぎないでほしくって、なんかね、その悩みっていうのはね、今ね、その表面的なものなんですよね。なんか元の根源ではないっていうか、もっとね、その表面の心配事とか悩みの奥にある真意、意味をね、もっとね、探れば大丈夫なはずなんだけど、今ちょっとそのね、いろんなことぐるぐる考えているのかなっていう感じがして、ちょっとそのね、どうしようどうしよう、これであってよかったのかなとか、そういうことについて悩んでたら、ちょっとね、心配っていうか、そんなに深く悩まないでほしいなっていうことが言われてるんですね。で本当はね、B さんはすごくね、強い女性性がすごく豊かな方って言われてるんです。なんかね、あまり女の子っぽくない方であっても、見ている方が男性だったらあまり男性っぽくないって言われていたとしても、なんて言うんだろうな、その奥にね、すごくね、女性性が豊かって言われてるんですね。そう、なんかね、本当はすごく優しくて、周りにはちょっと強く見せる、何でもできるとか、完璧な B さんを見せているのかもしれないけれども、本当はすごく共感力があって、動物にも優しいとか、人にね、こう優しくできる、で、人の痛みがわかる、すごく女性性が発達している方っていうことが、まずね、最初ね、ちょっと現状から軽くね、B さんのことを見てみました。ってことで、じゃあね、早速、その、お相手さんとね、出会った意味とか目的をちょっとね、出していきたいと思います。カード展開していきますね。はい。これはちょっとジャンピングで出てしまったので、このまま置いておきます。なるほど。ここも11、11だし、なんかね、12、42、2っていう数字も出てきますね。ここも2。なんかね、今まで、こう、なんて言うんだろうな、敷かれたレールを歩っていたっていうのかな。なんか道があって、で、そこを歩っていたっていうことなんだけど、あの人と出会ったことで、自分で決めるとか、その、なんて言うんだろうな、見えない力と、ちゃんとつながりながら自分の意思を反映させるっていうのかな。そういうことを学ぶ能力を身につけるために出会ったっていうことが言われてるんですね。おそらく B さんの中に眠ってるこの女性的な性を目覚めさせて、宇宙とつながるとか、今まではちょっと、その、
敷かれた道っていうのかな、あった道をただ進んでいただけだったとしても、そうじゃなくって、中にはね、なんか不思議な体験をしたことがある方もいるかもしれない。なんか、こう、メッセージもらうとか、上からね、そう、夢でメッセージもらうとか、なんかね、いろんな形でメッセージもらうってあるんですけど、こう聞こえてきてなんかメモ取りたくなっちゃう時とかあるんですよ。なんかそれもね、キャッチしてるんですよね。その見えないとこからのメッセージ。ハイヤーセルフとか、自分のね、ご自分の守護霊様とか、守っている神様とか、そう、からのメッセージとかを、なんかね、もうキャッチできてる人もいるんじゃないかなっていうことが感じるんですけど、で、やっぱりこれもそうね、なんかね、今までは避けてきたかもしれないけど、B さんってすごくこう、スピリチュアルっぽいっていうのかな。ちょっと嫌だったらごめんなさいね。なんかね、すごく宇宙とつながって生きる人っていうことが言われてるんですね。で、やっぱりね、強さ、やっぱり強い方なんですよね。で、今まではすごく強かったけど、あの人と出会ったことによって、ちょっと弱さも人に見せれるようになったっていうのかな。っていう面もあるんじゃないかなっていうことが言われてますね。あの人と出会ったことで、自分の中にある弱い部分をあの人にも見せれるけど、自分自身でも許せるようになった。っていうことは、周りの人の弱い部分もね、B さん的にこう、受け入れられるようになっていくんじゃないかなっていうことが言われてます。多分お相手さんからね、これもすごくおめでたいカード、幸せのカードなんですけど、お相手さんから愛をもらったっていうのかな。この、優しくする人に優しくするとか、動物に対して愛情を持つとか、何でもいいんですけど、そういう人をね、お相手さんを含め愛することを学んだっていうことが言われてますね。だからこれからはきっと B さんが引っ張っていく番っていうのかな。B さんが愛情をお相手さんに渡したり、他の人にも渡すっていう番が来るっていうことが言われてます。なんでそういうことができるかって言ったら、お相手さんのおかげでもあるけど、宇宙とつながる、見えないものとつながっているから、その無限の愛、無償の愛を自分から人に与えられるようになるんだよっていう、そういう目的のためにお二人は出会ったんじゃないかなっていうことが、言われてますね。中にはね、鏡を見るといいかもしれない。ご自分のお顔を鏡でこう自分だよっていうのを認識してあげるっていう時間を持つといいかもしれない。今ちょっとね、パッと入ってきたんですけど、あとはね、ダンスするとか、何かね、自分と向き合うっていうのかな、自分を表現するっていうことをやってあげるのもいいかもしれない。もうね、嬉しくなっちゃったら、もう体をこう、あーって動かして、嬉しいってこう、声に出せなくてもね、表現するのもありかもしれないですね。その B さんの中に眠っている女性性っていうのかな、その素晴らしい優しさ、強さ、優しさの強さっていうのをね、もっとね、開花させてほしいっていうことが言われてますね。なんかすごくね、宇宙とつながっている人っていう感じもするんですけど、なんかね、スターシード系の感じ。こちらもジャンピングでこんなに出ちゃったんですけど、スターシードのカードが。なんか自然と宇宙と対話してる、何か宇宙的な模様が好きだったり、なんかね、つながってるんじゃないかなっていう感じもしますね。ちょっとメッセージ、アドバイス的なことをいただきたいと思うんですけど、なんかね、今まではね、ちょっとね、まだね、本当の強さっていうところをつかめなかったのかもしれないけれども、B さんはこれから本当の強さ、その優しさの強さっていうのかな、を手に入れるって言われてます。だからね、すべてを許すこと。今 B さんに起こっていることは必要であって大丈夫。そんなに落ち込まなくてもいいし、あまり悩まなくてもいい。自分をまず信じてあげること。
で、何かね、我慢している感情とかあるなら、もうちょっと解放していってもいい？もっとね、嬉しい時に喜びを感じるとか、B さんの中に眠っているこの感情っていうのかな、もうね、溢れ出したいっていう感じもするんですよね。そこをね、ストッパーを取ってあげる。もう泣きたかったら泣いてもいいし、でもね、あんまりね、泣いてばっかもね、いられないし、まあね、泣き切ったらね、もう喜び、上がっていく方向にしかなんないんだけど、もっとね、楽しいこととか、嬉しいことにね、目をね、向けるといいかもしれない。もしかしたら今ちょっとね、辛い方もいるかもしれないけど、今ね、強いね、あなたはね、成長してるから強くなってるからねっていうことが言われてるんです。だからね、たまにちょっと甘いもの食べたりして、自分をね、欲しいものを入れてあげたりして、喜びを感じる時間をとってあげるといいかなっていう感じしますね。B さんの中に眠っている女性性がね、さらに開花していくことを願ってます。何かね、参考になるメッセージあったら受け取ってみてください。それでは B さん、最後までありがとうございます。またね。はい、それでは続いて C さんですね。よろしくお願いします。まず C さんの現状のエネルギーからちょっとね、見ていきたいと思います。はい。なんかすごく可愛らしい感じ。はい。なんかね、まず入ってくるのはね、すごくね、純粋な方なのかな。すごいさんですね。なんかね、今までね、あまり、なんて言うんだろうな。知らなかったんだけど、いろんな経験、辛い経験が、C さんを強くさせてきたんじゃないかなっていう感じがまず言われているんですね。で今まではあまり、なんて言うんだろうな、女性的でもなかったっていうか、ちょっとちっちゃい男の子みたいな。例えば見てくださっている方が女性だったら、男の子みたいだねってこう言われる方が多い人もいるんじゃないかなっていう感じするんですけど、C さんの奥にはすごく女性性豊か、であるっていうことが言われてますね。でね、その女性性がすごく成長していってるっていうことも言われてます。今まで何も知らなかった。だけど、なんて言うんだろう。いろんなね、うまくいかないかったこととか、困難とか、そういうのが知らず知らずのうちに C さん自身を強くしていったっていうのと、あとこれ全部ここが女性なんですね。ちっちゃいなんか男の子みたいな感じの感覚だったところから優しさを学んでいったとか、すごく女性的になった。中にはすごく綺麗になられた方もいるんじゃないかなって思うんですけど、痛みがあなたを強くした、女性らしくしたっていうことが言われてるんですね。だからね、今すごくね、優しさ、人に優しくできるようになったとか、優しさを学んだとか、今までは人に対してあまり気持ちがわからなかったとかっていうことがあっても、今は本当の意味の、この人辛いんだろうなっていうこの汲み取る優しさ、女性性の優しさがわかるようになってきたんじゃないかなっていうことがまず言われてますね。そうじゃなかったとしても今分かってきている。またはね、いずれ分かるんだよっていうことが、言われてます。多分いろんなね、辛い経験、多分なんかね、騙されたこととかもあったんじゃないかなって思うんです。この純粋、何も人を疑わない C さんがいるのかなっていう感じがして、だからこそ、もしかしたら人に裏切られたこととかたくさんあったかもしれない。けれども、それがあなたを強くしたんだよっていうことがね、まず現状言われてます。どうですかね。続いて、あの人と出会った意味とかね、目的をね、見ていきたいと思います。よいしょ。
カードをね、まず展開しますね。はい。すごい。あなた自身が目的っていう。すごいこれ、ペンタクルのカードなんですけど、豊かさのカードが3枚も出てきましたね。あらま、すごい。はいはいはい。ちょっとね、見ていきますね。やっぱりね、お相手さんとの間で何かね、大きな出来事、対立するようなこともあったのかなっていう感じがするんですけど、なんかね、そのお相手さんと出会ったゆえに、出会ったがきっかけで、学んだっていうことが入ってくるんですね。今まであまり考える時間がなかった。どうしてこの人はこういう行動をとったんだろうとか、忙しかったのかな、環境がすごく。大変だったんだけど、人についてよく観察するようになったとか、あの人と出会ったがゆえに、小さいことにも目が向くようになった。例えば動物に対して、感情が、気持ちがいくようになったとか、なんかね、すごく考えるようになったっていうんですね。中にはお相手さんと出会ったことがすごく大きな転機になった人がいるかもしれないけれども、それもね、やっぱり目的、出会った意味がすごく強いみたいなんですね。やっぱり C さんの中で今までなかった視点っていうのが目が開いた。で、C さん自身の知識が増えたっていうんですね。ここも333、3も多いですね。35だし、13、3、なんかね、バランスがすごくいいんじゃないかなって。3ってアセンデッドマスターかな。なんかすごくバランスがいいんですね。ちょっとスピリチュアルな話すると、3っていうのは、この魂、あなたが死んだとしても変わらない魂、この目に見えないあなたのエネルギーと、霊と肉体、この3つのバランスが揃ってすごくいいって言われてるんですね。体はこの3次元で与えられたこの物質ですよね。境界線がある、この痛みを感じる体と、霊っていうのは、この生まれた今世で学んだこと、その思考で考えるとか、後から身についたことで、魂が変わらないものっていうんですけど、その3つのバランスが大事って言われてるんですね。スピリチュアルの世界、見えない世界では。で、そのバランスがね、すごく良くなっていってる。そのために出会ったっていうことも感じるんです。知識と、その霊的なもので、あなた自身が、生まれたとか、そういう目的、あなた自身がいることが目的なんだよっていうこと、魂がここに。なんかそのバランスについてもちょっと言われてるのかなっていう感じがするんですね。ちょっと伝わったかな、ちょっと大丈夫かなそう。で、やっぱりね、女性性とね、バランスがいいのかな、男性性の。キングと、これプリンセスだけど、だから C さん自身も、すごくね、豊かさを持っている方なんですよね。もしかしたらもう今ね、金銭的には恵まれているっていうかもしれないけど、もし恵まれていなかったとしても、あなた自身はお金を引き寄せる、物を引き寄せる能力があるって言われてるんです。すごく物質的に豊かになるっていうことも言われてますね。ただお相手さんと出会ったことで、学びなのかな、すごくよく考える時間を持つようになったんじゃないかなっていう感じがしますね。ちょっとね、このアドバイスカードもじゃあ引いちゃいますね。やっぱりね、そうなのかな。やっぱね、その魂の自分と体の自分と霊的なものとのバランスを作るっていうのかな。自分と自分が一致していくために出会ったんだし、
そこをね、やっぱね、一致していくところに今あるんだよっていうことが言われてますね。全部これ、人物像っていうのかな。私、目閉じてるんです。もしかしたらね、今までね、すごくね、長い道のりだったかもしれないけれども、あなたはね、すごくね、まず守られているっていうこと。もっとね、安心して、ゆっくりする時間を持っていいんだよっていうこと。これからでいいから、今ね、そういう道にあるかもしれないけど、自分と自分をこう一致させていくんだよっていうことが言われてますね。ちょっとね、静かに無の時間、瞑想とか、そういう時間をもう3分でも5分でも取ってあげるといいかもしれないですね。こう、ヨガするのもいいですし、YouTube 動画とかね、たくさんあると思うんですけど、こう自分と自分を自分からもこう一致させていくっていうのかな。もうね、すでに撮ってる方もいるかもしれないけど、こう静かな無の時間っていうのを取ってあげると、何かまた新しい気づきとか発見があるかもしれないですね。今まで抑えてきた感情とかもね、たくさんあると思うんです、C さん。そこをね、少しずつでいいから、自分の感情とこう一致させてあげることが大事なんじゃないかな。この表面のあなたっていう表に出している社会的立場と本当のあなた、ここをね、もっとね、一致させてってあげてほしいっていうことが言われてます。もうちょっと抱えているものを重に下ろして、もうちょっとね、軽くしてあげること、ご自分を、っていうことが大切なんじゃないかなって思いますね。あと中にはね、水分をよくとってあげるといいかもしれない。っていうことも言われてます。何かね、参考になるメッセージあったら、一つでも二つでも受け取ってください。それでは C さん、最後までありがとうございます。